こんにちは、はやんです。今日は7月に1巻が発売したばっかりの最新のおすすめ漫画を5作品紹介しようと思います。それでは早速紹介していきます。1つ目が人食いマンションと大家のメゾンです。この漫画はジャンププラスで連載している SF の漫画なんですけど、崩壊寸前の地球にポツンと一つだけあるマンションの中のお話になってます。地球があと1秒で崩壊するっていう状況なのにもかかわらず、そのマンションは独自の時間が流れてるから、その外の世界とはもう干渉しないっていうちょっと不思議なマンションになってます。でそんな不思議なマンションの謎にこの主人公のメゾンが迫っていくっていうお話になってます。でこの主人公のメゾンはそのマンションの大家として生まれてきます。で成長していって14歳の誕生日を迎えた時にちゃんとした大家として仕事を始めようとするんですけど、そんなめでたい日に衝撃の展開が訪れます。主人公にとってはほんまになんかかわいそうな展開で、でもそこからマンションの謎とかをどんどん追い求めていく冒険が始まっていきます。でこの漫画はもうスチームパンクな世界が好きな人にはもう間違いなく刺さる作品で、この表紙を見て一瞬でも面白そうって思った人はもう絶対読んだ方がいいと思います。ドロヘドロとかそういう作品が好きな人は間違いなくハマる作品だと思います。もうとにかくめちゃくちゃ練られた設定にもう緻密な作画がもう完璧にマッチして、もう見ているだけでなんかもう楽しくなるような漫画になってます。謎が謎を呼ぶ展開でもうどんどん続きが気になる漫画になってます。もうほんまに読んでて好奇心をくすぐられるそんな漫画になってるんで、ぜひ気になる人は読んでみてください。2つ目は泣きなぎです。この漫画はこの表紙の2人の友情を描いた日常系のギャグ漫画になってます。ギャグ漫画というか、ほのぼのとしたラブコメ的な漫画だと思います。ただラブコメって言ってもこの2人の恋愛を描いているわけではなくて、このピンク色の髪の毛の渚ちゃんがクラスに片思いしている男の子がいるんですよ。でその男の子と何とかしてくっつけるためにこの青い髪の毛のナキカがいろいろな手を使ってサポートしていく、そんな日常を描いた作品になってます。でただこの渚の恋をナキカがサポートしてあげるっていうだけの漫画ではなくて、このナキカには秘密があって、その秘密っていうのはナキカは人間ではなくて魔女なんですよ。でそんなナキカは人間の心があんまりわからなくて、サポートの仕方も結構なんかぶっ飛んでたりするんですよ。そういうなんかドタバタした日常がなんかクスッと笑えるような漫画になってます。でこの2人のキャラクター性がもうほんまに良くて、渚はめちゃくちゃピュアでめっちゃいい子で、ナキカもなんかめっちゃクールなんですけどめちゃくちゃ優しくて、いつも渚に今回だけって言いながらも毎回助けてあげてるんですよ。そんな2人の友情を読者として見守っていく、そんな漫画になってます。で1巻は渚の恋をナキカがいろいろな形でサポートしてあげるお話が1話完結で続いていくんですけど、最後の方に、これから物語に深く関わっていくであろう登場人物がちらっと出てきて、ここからさらにいろいろな秘密とかが明かされていって、ただのギャグ漫画じゃなくて重厚な物語になっていくんじゃないかなと思います。ほのぼのとしたラブコメとか日常系の漫画が好きな人は絶対にハマる漫画だと思います。気になった人はぜひ読んでみてください。はい、続いて3つ目が宝姉妹です。この漫画はこの2人のお父さんが急に旅に出てしまって、そこから2人で生活することになってしまったこの姉妹の日常を見守る感じのほのぼのとした日常系のギャグ漫画になってます。お父さんが急に旅に出て手紙と一緒に宝くじを置いていってくれたんですけど、なんとその宝くじで3億円当てちゃうんですよ。貧乏な暮らしから一転して急にこの2人は大金を手に入れてしまうんです。でもその3億円を手に入れたんですけど、この2人はもともと裕福ではない家庭で育った子たちなんで、贅沢をしようってなっても他の人とはちょっと贅沢の仕方が違うくて、この子たちが3億円を手にして一番最初に行ったとこがどこかというと駄菓子屋なんですよ。っていうのもこの2人は普段はもう一つのお菓子を半分こして一緒に食べないといけないっていうくらい、ちょっと貧乏な家庭で育ってきたんで、この2人にとっては
もうお菓子を好きなだけ買えるっていうのがもうとんでもない贅沢なんですよ。そういうところがなんかもうめちゃくちゃ子供らしくて見てて癒されます。そこがめちゃくちゃ愛おしくて可愛い漫画になってます。で他にもいろいろこの子たちの好きなように3億円を使っていくんですけど、その使い方がもう大人にはない発想ばっかりで、それがなんかもう面白くて笑える漫画だなと思います。なんか似てる作品で言うと、昔アニメやってたんですけど、五兄弟物語っていう、破天荒な2人の兄弟の日常を描いたアニメがあったんですけど、それになんか雰囲気はちょっと似てるかなって思います。いい意味で頭使わんと笑える漫画だなっていうふうに思います。うまるちゃんとかそういう日常系の漫画が好きな人はもう間違いなくハマると思います。気になった人はもうぜひ読んでみてください。はい、続いて4作品目はリバイバル時が遡る島です。この漫画はもう表紙見てもらったら分かる通り、ホラー漫画です。やっぱり夏なんでホラー漫画は紹介しておきたいなっていうことで今回入れてみました。でもホラーって言ってもお化けとかそういう系のホラーではなくて、どっちかって言ったら世にも奇妙な物語とかアウターゾーンとかちょっと不思議な怖い話みたいな感じになってます。簡単にストーリー説明すると、この表紙の女の人は女優なんですけど、とある出来事がきっかけでちょっと炎上しちゃうんですよ。でもうめちゃくちゃ炎上しちゃって、もう今の状態じゃもう何の仕事もできないっていうことで、事務所の方から一旦仕事から離れなさいっていう風に言われるんですよ。で、この女優の主人公は一旦その仕事から離れるために、休暇をもらってとある島に、マネージャーと一緒にバカンスに行くんですけど、実はその島とんでもなく恐ろしいことが起こってしまう島だったんですよ。でも何が起こるかというと、そこに滞在している生き物の時間が1日ごとに5年若返る島だったんですよ。これだけ聞くと若返りってことなんで、なんかめちゃくちゃ魅力的な島に見えるじゃないですか。でこの主人公も最初はシミが消えたりとかして、喜んではいたんですけど、だんだんとその恐ろしさに気づいていくんです。っていうのも1日で5年若返るんですよ。っていうことはもう単純計算で35歳の人だったら1週間滞在するだけでもう0歳になってしまうんですよ。ほんまに1日で5年なんでめちゃくちゃ時間の進みが早いんですけど、主人公のマネージャーがもうその事実に気づいて、すぐにこの島から脱出しないといけないということで船のチャーター便を手配しようとするんですけど、そのチャーター便を手配するのにもう何千万っていうお金がかかるって言われるんですよ。一刻も早く脱出しないといけないけど、でもそんなお金払えないということでどうしようってなってたけど、何日か後に定期的に運航している船が来るから、それに乗って一応帰れるっていうふうには言われるんですけど、そこでまたトラブルが発生して、その船が台風の影響で来れなくなっちゃったっていうんですよ。ということはどういうことかというと、帰る手段がなくなってしまって、もうこの島から脱出できなくなるんです。そんな1日で5年若返ってしまう島に閉じ込められてしまった主人公や他の人たちは短いタイムリミットの中でどうなっていくのか、もう続きがめちゃくちゃ気になるサバイバルホラー漫画です。この漫画はホラー漫画なんですけど、普段ホラー漫画とか読まない人も全然読めるような漫画じゃないかなと思います。もう読んでトイレ行けへんくなるとかそういう怖さじゃなくて、なんかもうゾクゾクするような不思議な怖さなんで、最初にも言ったんですけど、世にも奇妙な物語とかそういうお話が好きな人は絶対ハマる漫画だと思います。はい、で最後に紹介する漫画が透明な夜にかける君と目に見えない恋をするです。この漫画はもう読み終わった後、ほんまになんか心の底から出会えてよかったなって思いました。内容は内気な大学生の空野翔くんが友達に無理やり誘われて学生コンパに参加するんですけど、そんなコンパである一人の女性と出会います。その子がこの表紙にいる冬月小春ちゃんっていう女の子なんですけど、この女の子、タイトルにある通り目が見えないんですよ。先天性のものではなく後天的に病気が原因で視力を失ってしまった女の子なんですけど、この子は目が見えないことで落ち込んでるとかではなく、結構もう明るく振る舞ってるんですよ。でそんな出会いがあって、たまたま同じ授業を取っていたっていうことがきっかけでこの2人の距離はどんどん近づいていくんですけど、かけるは
この小春と違ってどっちかと言ったら控えめな性格なんですよ。で2人で一緒にいる時も落とし物した時とか、これはなんかちゃんと拾ってあげた方がいいんかなみたいな、めちゃくちゃ考えるんですよ。今やるべきベストな行動は何なのかっていうのをめちゃくちゃ考えて、もうなかなか行動できないこともあるんですよ。そういった場面がもしかしたら読んでる人にとってはもう何やっとんねん早く助けてやるよみたいな感じで見えてしまうこともあるかもしれないんですけど、僕はそれはこのかけるの繊細さというか優しさだと思ってて、どうしても目が見えない人の気持ちは本人にしかわからないし、何をしてほしいかも正直本人じゃないとわからないんで、悩んでなかなか行動できないというのもかけるの優しさから来ることなんだなというふうに思います。そんな2人の友情と恋愛を描いた物語になってて、この漫画はラノベ原作で、原作のラノベの方はちょっと読んだことがなくて漫画で初めて知ったんですけど、漫画だからできる表現というか細かい表情の描き方がめちゃくちゃうまいなと思って、普段は明るい小春なんですけど、時折見せるちょっと切ない表情とかが言葉にはできないんですけど、もう胸がキューってなる切なさがありました。この漫画は次に来るとか今後爆発的に人気になるっていう感じの漫画ではなくて、多分次の巻で終わりかなと思います。でもなんで紹介したかというと、ほんまに7月たくさん漫画読んだんですけど、この漫画に関しては読み終わった後、面白かったっていうよりかは出会えてよかったなっていう風に感じたんで、この感動をぜひ皆さんにも味わってほしいなっていうことで、今回紹介しました。テーマ的にはちょっと重いテーマになるんで、苦手な人とか好みでないっていう人もいるかもしれないんですけど、一度ちょっと読んでみてほしいなって思います。読んだ後は今よりもっと心が優しくなるんじゃないかなというふうに思います。まだ1巻なんで内容的には導入というかそこまで大きく展開が進むことはないんですけど、この空気感で物語が進んでいくんだったら間違いなく僕は号泣すると思います。もう1巻の時点で僕結構もううるうるきちゃって、ほんまに7月読んだ中でもう特に出会えてよかったなって思う作品です。もうぜひ皆さん読んでみてください。はい、ということで7月に読んで面白かった5作品を紹介してきました。で、今回は5作品に絞ったんですけど、正直もっともっと紹介したい漫画もあるんで、ちょっと簡単に面白かった作品いくつか追加で紹介しようかなと思います。はい、まず1つ目が黒月のイエルクナハトです。もうこの漫画は何がとは言わないですけど、僕が大好きな要素が詰まっている漫画になってます。発売してすぐ重版されたみたいな情報を聞いたんで、もう今後、間違いなく人気になる漫画だと思うんで、ぜひ今のうちに読んでみてください。マガポケとかでも読めるんですけど、僕はアプリじゃなくて単行本で読むことをおすすめします。理由は見たらわかると思います。で、あとは問題だらけの魔法使いもめっちゃ面白かったですね。内容はクイズ×異世界っていう新しいジャンルになってて、漫画読みながら自分もクイズに参加できるんで、そういうところも楽しいなって思います。私と脱出しませんかみたいな感じの、クイズとか謎解きを一緒に楽しめる漫画僕めっちゃ大好きなんで、僕はもうめちゃくちゃハマりました。で、あとは竜と五木っていう漫画もめっちゃ面白かったですね。内容はタイムリープ×恋愛の漫画になってます。最初ちょっと難しくて僕一回読んだだけであんまりちゃんと理解できなかったんですけど、もう一回読み返した時にそういうことかみたいな気づきもあってめっちゃ面白かったです。漫画っていうより小説っぽいなっていうお話なんですけど、内容も SF な感じでワクワクするし、もう画力もめちゃくちゃ高くてめちゃくちゃ面白かったです。あとはゆるコアも面白かったですね。ホラー系なんですけどあんまり怖くはないです。どっちかって言ったら、ミステリーの要素もあってテンポが速くサクサク読めるんでおすすめです。あとは綺麗世界もめっちゃ面白かったです。コロコロの漫画なんでもうコロコロらしいストレートなギャグが面白かったですね。はい、ということでもう紹介していたキリがないんで、とりあえず今回はこれで終わろうと思います。5作品って言っときながら結局プラスで何作品か紹介しちゃったんですけど、もうそれぐらい面白い漫画が多かったんで、ぜひ今日紹介した中で気になる漫画とかもうすでに読んでて面白かったっていう漫画があればコメントしてくれたら嬉しいです。
で、他にも正直もっともっとおすすめしたい漫画あるんですよ。なんで今月1巻が発売して面白かった漫画もちょっと写真で出しておきます。とこんな感じでもうたくさん面白い漫画と出会えた月だったなと思います。でも毎月のことなんで、8月も同じぐらい漫画買って同じぐらい新しい作品に出会うんやろうなというふうに思います。でこんな感じで最新のおすすめ漫画とかどんどん紹介していくんで、もう見逃さないようにぜひ今のうちにチャンネル登録お願いします。ということでたくさん漫画が紹介できて個人的にもめっちゃ楽しかったなって思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。